皆さん、こんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はオリンパスのフィルムカメラ、オリンパスペン S について話します。オリンパスのペンシリーズはハーフサイズカメラ、つまり普通の 35mm フィルムの半分の面積を使って撮るフィルムカメラなんですけど、36枚撮りフィルムだと72枚、24枚撮りだと48枚みたいに2倍の枚数を撮ることができます。その代わり画質は下がるんですけど、お金がその分かからないので1960年代に流行りました。で、そういうハーフサイズカメラっていうジャンルを流行させたのがオリンパスペンシリーズです。最初、1959年に初代の機種が登場したんですけど、このオリンパスペン S は、その初代のレンズとシャッターを高級なものにした上位機種です。レンズの開放 F 値が F2.8 と F3.5 の2種類があるんですけど、私が持ってるのは明るい3センチ F2.8 のレンズのモデルです。それじゃあ作例を見ていきます。初代オリンパスペンの開発の逸話で知られているのが、お金をかけるところとコストをカットするところっていうのを切り分けて、レンズにはすごくお金をかけたっていうことなんですけど、このオリンパスペン S もピントがバッチリ合ったところはすごいよく映ります。距離計はついてないカメラなので、今回は目測で撮影したんですけど、焦点距離3センチメートルということで、被写界深度もある程度深くて、それなりにぶどまりよく撮影することができました。例えば、パソコンとかスマホの画面で拡大しないで見るだけなら、ハーフサイズの画質でも全然違和感ないと思います。っていうことは、リアルタイムで使われていた時は、サービス版ぐらいまでしか引き伸ばされなかったのが普通だったと思うので、全然十分な性能を持ってたっていうわけですね。ただ、例えば、遠景、遠くの細かい描写とかをパソコンの画面で拡大してみると、画質の限界っていうのもちょっと感じました。このオリンパスペン S は自分で分解して整備したので、無限遠の調整をミスしたのかなって思って、撮影した後にピント調整をやり直してみたんですけど、結局、最初整備した時に無限遠の位置の毛がいたマークと同じ位置になったので、多分画質の問題なんだと思います。でも、性能としては本当に十分以上です。今回撮ったフィルムの被写体には、動画にはちょっと出せないんですけど、リアル友人のポートレートもあったんですけど、2メートルから3メートルぐらい、人間をちょうど撮る撮影距離だと本当に雰囲気あるいい写りがすると思います。多分それぐらいの被写体の距離で一番よく映るレンズってことなんじゃないですかね。同じオリンパスペンシリーズだと、露出が自動のオリンパスペン EE は、やっぱり3メートルぐらいで固定されているので、これもちょうど人を撮るのにちょうどいい距離なんですよね。多分、こういったカメラの立ち位置として、人間を撮る撮影距離っていうのは、かなり意識されてたんじゃないかなと思います。まあ、写真を撮るっていうこと自体、人が被写体だと面白いですよね。というわけで、作例を見てきましたけど、次にメカです。このオリンパスペン S は、レンズとシャッター以外の構造は、初代ペンそのままです。オリンパスのペンシリーズって、フィルムカメラの分解が趣味の人にとっては、本当にド定番の機種なんですけど、私、恥ずかしながら、これまでちゃんと触ったことなかったんですよ。きちんとした工具を揃えて分解するようになったのも、ここ1、2年ぐらいの話なので、なんですけど、ちょっとだけだけど、カメラの仕組みっていうのを知識がついてきて、今改めて分解してみたら、本当に驚きました。こんなシンプルな構造で巻き上げとかチャージをやってるってすごいと思いました。オリンパスペンを作ったのは、日本を代表するカメラ設計者の前谷義久さん、OM1 とか XA を作った人ですね。なんですけど、改めてその凄さを実感しました。私のカメラ分解の趣味は全然未熟なんですけど、そんな私でも外せるところの部品を外して全部きれいに清掃して元通り組み直すことができる。それぐらい単純な構造なんですよ。でもちゃんと動く必要な機能があるシンプルで合理的な設計なんです。
今まで初代ペン系のカメラに触手が伸びなかったのは、距離計がないカメラにあんまり魅力を感じてなかったからなんですけど、ハーフサイズカメラで、しかも F28 の機種に距離計なんてついている必要ないんですよね、実際。不要なものは省いて、必要なところに集中したカメラっていうのがオリンパス初代ペンと初代ペン系の機種なんだと思います。本当にすごいです、オリンパスペンは。一つダメ出しをするなら、この初代ペンとかオリンパスペン S はストラップの金具、アイレットがトップカバーにナットで止まってるだけなんでちょっと頼りないんですよね。ストラップ金具自体が真鍮製でブッシュとかも入ってないので、私のもそうなんですけど、摩耗して弱くなっちゃってる、薄くなってることも多いです。なので、もし用意できるなら、革製とかのハーフケースを用意して、ストラップ金具に力がかからないようにした方が安全かもしれないですね。というわけで、このオリンパスペン S の使い方についても解説していきます。使い方、おおむね初代ペンも一緒です。では順番に見ていきましょう。まず、フィルムの入れ方です。裏蓋を開けるには、カメラの底、底部にある開閉キーを180度回します。すると裏蓋がスライドして外れます。フィルムを入れます。フィルムをフィルム室に入れて、フィルムの先端を引き出して巻き上げの軸に差し込みます。フィルムに開いてる穴、パーフォレーションをスプロケットのギアと噛み合うようにします。それで背面の巻き上げノブで一回巻き上げてみて、うまく巻き上がっていることを確認したら裏蓋を閉めます。巻き戻しクランクを少し回してフィルムのたるみを取っておきます。その後、カラーシャッターを3回か4回切ります。ちょっと話が前後するんですけど、巻き上げは背面のノブで行います。親指で右にそれ以上回らなくなるまで回します。カラーシャッターを切ったらフィルムカウンターを設定します。手動設定なので忘れないようにしましょう。忘れると残り何枚取れるのかわからなくなっちゃいます。カウンターの真ん中のギザギザの部分を指の腹で反時計回りに回して設定するんですけど、オリンパスペンのカウンターは逆算式。つまりカウントが減少していく、カウントダウンしていくんですね。なので、入れたフィルムの撮影枚数の2倍、ハーフサイズカメラなので2倍取れるので、倍の数字に合わせます。24枚撮りだと48、36枚撮りだと72に合わせます。次に露出です。露出を合わせるには、まずシャッター速度はレンズの根元にあるダイヤルで合わせます。使えるシャッター速度はバルブと8分の1秒から250分の1秒です。次に絞り。絞りはレンズの周りの小さいダイヤル輪っかで回します。このオリンパスペンとか初代ペンには露出系がないので、絞りとシャッタースピードは勘で合わせることになります。フィルムを買った時にこういう風に箱に露出の目安が書いてあることが多いので、それに沿って合わせると簡単です。多少ずれてもネガフィルムだったら全然映ります。あとはスマホに露出系のアプリがあるので、それを使うのもいいですね。次にピントの合わせ方。ピントはシャッターダイヤルよりも一つ先端側にある黒いピントリングで合わせます。これもオリンパスペン S とか初代ペンには距離計がないので、勘で見た目で合わせます。円形。遠くの景色を撮るときは、とりあえず無限円の無限マークに合わせておけば問題ないです。それでもっと近く、もう少し近くの場合は、ざっくりとなんですけど、人間の全身、頭から足の先までがファインダーに収まるくらいの距離は3メートル。人間の上半身だけを撮るときは 1.5 メートルくらいにするといいと思います。最短撮影距離はピントリングに刻印があるのが 0.6 メートルなんですけど、参考までに日本人の場合、腕の長さがだいたい70センチ前後。男性は少しそれより長くて、女性は少し短いということはあるんですけど、だいたい65から75センチとかそれぐらいなので、腕を前に伸ばした時ぐらい近寄って撮ることができるっていうわけです。ただし、被写体に
近寄れば近寄るほどピンボケしやすくなります。あと、ピントの合う範囲はカメラの絞りの設定とも関連するので、興味ある方は調べてみてください。被写界深度で検索すると出てきます。というわけで、ピントを合わせたらシャッターを切ります。最後に巻き戻しです。フィルムの最後まで撮り終わると、巻き上げノブが重くなって巻き上げられなくなります。無理やり力を入れるとフィルムがちぎれてしまうので気をつけましょう。フィルムを巻き戻すときは巻き戻しボタンを押しながら巻き戻します。カメラの底、底部にボタンがあります。このボタンを押しっぱなしにしながら巻き戻しクランクを矢印の方向に回します。巻き戻しクランクが軽くなったらフィルムの巻き戻し完了です。あとはフィルムを入れた時と同じように裏蓋を開けてフィルムを取り出します。これで撮影は完了です。というわけで今回はオリンパスペン S についての動画でした。オリンパスペンシリーズの良さってこれまで知らなかったんですよ。でも今回ちゃんと整備して使ってみて本当にすごいカメラなんだなと実感しました。合理的な設計、シンプルな設計、あとカメラがちっちゃいのって本当にいいことですね。これぐらいのサイズ感のカメラってもう少し後の時代になると自動露出が当たり前になっちゃうんですけど、マニュアル露出の小さいカメラを使いたい方、オリンパス初代ペン系のカメラってすごくありだなと思いました。人気機種ってやっぱり人気になる理由があるんだなって思いました。というわけでこれからも様々なフィルムカメラを紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。オブスクラでした。ありがとうございました。